皆さんこんばんは、サイラです。今回は黒の奇跡でポーチでできるセピス稼ぎの方法を紹介します。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。そろそろクリアしてきている方、増えてきたと思います。クリアした方が増えただろう、今日まで公開してなかったセピスを自動で稼ぐ方法を紹介しようと思います。自動といっても、実際のところは半分自動っていう感じになり、完全放置ではできません。何かをしながらたまに画面を見るぐらいは必要になってきます。今回の方法ですが、クリアするまででできるタイミングが1箇所しかありません。逃してしまうと次の周回をやるか過去のセーブデータからのやり直しっていう感じになってしまいます。それではまずタイミングと場所の紹介になります。タイミングは12月3日の最後の章になります。祭殿地区に移動したタイミングですね。祭殿地区の中の場所はここになります。青いびっくりマークがついてるところですね。このエリアでは今画面に見えているような魔石をどんどん壊して進んでいきます。本来は黄色を壊してから赤を壊すっていう順番でいくんですけれども、このエリアに限っては最初から赤が壊せるようになっています。この赤の魔石を壊しても復活しちゃうんですね。他のエリアでは赤の魔石といきなり戦えるってことはできなくって、黄色い魔石を倒してから赤の魔石っていう順番になっているんですが、このエリアだけいきなり赤と戦えるんですね。で、これを倒すとすぐ復活する。これを利用します。早速戦ってみます。こんな感じで倒し終わってもすぐ復活するんですね。で、また接触するとこんな感じで戦えると。戦って倒すとセピスと経験値がもらえます。これを何度も繰り返すっていうことでセピスが稼げるっていう感じになります。経験値についてはあまりもらえないのでレベル上げにはちょっと使えないかなと思います。このキャラクター6時間ぐらいやってるんですが、1人もレベル上がってないっていうぐらいですね。何日も何十日もやっていたら経験値稼ぎっていう意味では使えるとは思うんですが、すぐにレベル上がるかっていうとそんなことはないので、普通に戦闘した方が稼げるって感じですね。何度も戦うっていうところでもう皆さんわかると思うんですが、連射コントローラーを使います。戦闘においては全て×ボタンを連射モードにして放置するって感じですね。それだけでは倒し終わってその場に今みたくとどまってしまうので、L スティックを上になるように固定すると。そんな感じです。今画面に見えてると思うんですが、こんな感じで輪ゴムを使うと固定ができると思います。L スティックの固定は戦闘中でも必要で、相手との距離結構遠いので上に向かって歩かないと攻撃可能な場所まで移動できないんですね。それがあるので必ず L スティックを上で移動するっていうのが必要になります。こうやることで戦闘もオートになって、戦闘終わった後の魔石への接触もオートでできる。こんな感じになります。この方法を使う上で注意点がいくつかあります。まずは連射コントローラーを持ってないとできないっていうところですね。これ持っていない方がいたら概要欄の方におすすめを紹介していますので、そちら興味があればそれで試してみてください。次が移動距離をできるだけ上げておくことです。今バーンは19になってる MOV ってやつですね。これがあまり短すぎると敵まで近づけず攻撃範囲にも入れずっていうところで固まっちゃうんですね。動けなくなっちゃうんですね。防御してターンを終了しなきゃいけないんですけど、×ボタンをずっと連打してるだけっていう感じなので、そのまま固まっていて戦闘が進まないっていう状態になります。なのでできるだけ移動距離を高い靴を装備するっていう感じでやっていただくといいと思います。私が試した限りだと移動10あればなんとかなるかなってところですね。次ですが、クォーツは防御系よりも攻撃系をがっつり積んでください。シャードブースト状態にはならないので、ホローコアは何でもいいです。これはシャードブースト状態になった時に
効果があるステータスなので、これは全く効果がないっていうところで、フォローコアは何でも大丈夫です。できるだけ攻撃力や魔力、そういったもので通常攻撃の威力が上がるようにしてください。必殺率を上げるのもいいですね。あと、メインキャラクター全員にフェイタルランサーをつけておくといいです。これは相手の体力が低くなると、とどめで結構大きなダメージを与えてくれます。4人全員につけておくと結構発動してくれるのでおすすめです。私は初めてこれやった時はフェイタルランサー全員につけてなかったんですが、全員につけておくのをおすすめします。先ほど防御系よりも攻撃系のクォーツってお話したんですが、ずっと戦っていて体力が減っていって死ぬんじゃないかって思うと思うんですが、このエリアでは NPC としてシェリドが入っています。で、このシェリドが範囲回復の技を使ってくれます。これはどうかな。これによって体力が減っていっても死ぬことがないっていう感じになります。難易度をナイトメアとかにしてしまうと死んでしまうことあると思うんですが、そうでない場合はできるだけ難易度ベリーイージーにした方が稼げますね。続いてが一番のネックになるところです。半放置って言った理由です。実際に移します。このような感じでキャラ同士が引っかかって進まなくなることがあります。こうなると手直ししてあげないと復帰はできません。輪ゴムで固定していると思うんですが、それを無理やり横とか後ろとかで移動してキャラクターより前に出る感じで補正してあげないとダメです。若干右に移動できるように L スティックの向きを変えたり、左もそうですね。そういうことをしても結局のところ偶然その場所にキャラが移動してるってことがあって完全に防ぐことっていうのはできません。これは運の問題なんですが、私がやった時は数時間問題ない時もありました。ただ10分でダメになることもありました。そのくらい運の要素があるので確実ではないっていう感じですね。そこで最初にお話した半放置っていうことになります。完全放置してしまって10分でダメになってしまうと残り何時間か見てない時間無駄になってしまうので、やっぱりちょこちょこ見るっていうのは必要になるかなと。完全放置ができればよかったんですが、試行錯誤してみたんですが、どうしても半放置が限界っていう感じでしたね。寝る前とかに設定しておいて朝起きてどれだけ稼げるかっていうのでもいいとは思うんですけど、本当に本気で稼ぎたいんだったらちょこちょこ見るっていう形で使ってみるといいと思います。以上でやり方の説明は終わります。ちなみに今見えている画面のセピスですが、この放置でほぼ稼ぎました。確認するためにセピスを全部処分してその状態から始めているので、ほぼこれで稼いでいるような感じです。でこのセピス全て全部売ったとすると合計107万ぐらいになります。だいたい6時間ぐらい放置していて、途中で止まったりして止まった時間とかははっきり分かっていないんですが、30分1時間とか止まっていることもあったと思います。そういうのをきちんとチェックしながらやっていけば107万ではなくて120万とかいけるかなと思うので、そういう意味だと時給20万っていうのも全然いけると思います。この戦闘は若干セピス少なめになっているので、普通に6時間戦い続けるっていう風に考えるとそっちの方が全然稼げるとは思うんですけれども、それでも半放置でセピスががっつり稼げるっていうのは結構楽できるかなと思います。今回は残念ながら完全放置はできなかったんですけれども、半放置は可能ですので、スマホで SNS を見ながらとか別のことをやりながらたまに気にかけるっていう感じで使ってもらえるといいと思います。この場所限定なのでストーリーが進められない、ゲームが先に進められないっていうのはあるので、ある程度やったらもう見切りをつけて進めるってことは必要だと思います。ミラもそうですが、セピスって多分常に不足してると思うんですね。ミラの不足っていうのが結構顕著かなと思うんですが、これを使うと一気に稼げて、それ以降セピスに困ることは一切なくなると思います。ぜひ皆さんもやってみてください。今回の動画はどうだったでしょうか？感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。